皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1165日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1170名、戦車4両、装甲戦闘車はありません。砲48門、防空システム1機、ドローン126機、巡航ミサイル1発、その他車両122両となっています。戦線全体では140回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。フォーブスが計算したところ、現在のペースでロシア軍が進軍し、損失を計上し続けると、ウクライナ全土を占領するのに、あと230年かかり、ロシアは1億100万人の兵士を失うと伝えています。4月のロシア軍は、175平方キロを占領し、毎月3万人の兵士によって損失が補充されています。また、ウクライナの総面積は60万3000平方キロで、ロシア軍は約 19% 占領し、1年で 0.5% ずつ占領している計算になるとのことです。ちなみに、ロシアの人口は2023年で1億4380万人となっていますので、計算上人口の 70% が失われることになり、過去のニュースで兵士の損失比は1対5から1対8程度と言われていますので、ウクライナ兵はこれも計算上で1200万人から2000万人失われることになります。一方、NATO のカボリ司令官は、ウクライナに駐留するロシア軍は60万人で、クレムリンは長期戦を覚悟していて、ウクライナを越えて戦線が拡大する可能性がある。ロシアは西側と対立が長期化することを見越し、軍事、経済、社会構造を変えていると警戒を強めています。2番目。アメリカは昨日に引き続き、ウクライナに対し、総額3億1050万ドル450億円相当の F16 関連の軍事物資の売却を承認したと発表しました。その中には F16 の改良と近代化をはじめ、保守、運用、訓練、スペアパーツ、消耗品、地上設備、機密ソフトウェアなどが含まれます。3番目。ワシントンポストは、クレムリンのエリート層がウクライナ問題で譲歩するよう、プーチン大統領に圧力をかけ始めたと伝えています。記事は非常に長いため、簡単にまとめると、1、鉱物資源協定が締結されて以降、クレムリンは、ウクライナはアメリカの植民地となり、アメリカは植民地を防衛する一定の義務を負うことになったと評価し、アメリカはウクライナに武器を提供することになる。2、ロシア政府は財政赤字が拡大し、昨日の動画でお伝えしたグラハム議員のロシア制裁法案は深刻な打撃となる。3、消費者物価は 20% 上昇し、銀行の不良債権が急増し、経済が急速に悪化している。そのため、クレムリン内部では、プーチン大統領は少なくともさらに譲歩するふりをしなければならないとする意見が高まっていると述べ、クレムリンのエリート層では、経済状況の悪化を理由に、アメリカとの関係改善を図ろうとする意見と、欧州がまとまらないうちに、ウクライナの占領をさらに拡大すべきという意見で割れているとしながら、春夏攻勢で軍事的成功を収めれば、西側がより妥協するとの意見が多数を占めているとのことです。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。
その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案から、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイから、クルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は、曇り。最高気温22度、最低気温12度。今日の天気予報は晴れとなっています。これらの方面でルジアンは、クルスク方面で31回、ハルキウ方面では2回攻撃を行いました。クルスク方面。この方面では、ルシアン軍が奪還を主張して以来、ウクライナ軍を完全に追い出すことができず、逆に、ウクライナ軍に新たな地点の侵攻を許し、苦戦している可能性があります。そのうち、ウクライナ軍が4月30日に新たに侵攻したクチェロフでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が前進し、支配地域を拡大させています。映像は、アフマト部隊のものとなっていて、ウクライナ軍が新たに陣地を設けているのがわかります。その範囲を、係争地の拡大として更新しました。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、ルシアン軍は、あとちょっとで完全に奪還できるところですが、攻撃は奪還に結びついていません。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では5回、スバトベクレミンナ戦は21回、シベルスク周辺では2回、チャシフヤール方面で4回、トレツクの方向で3回攻撃を行いましたが、この後に説明するトレツクの郊外を除いて前進につながらず、戦況図に変更はありません。スバトベクレミンナ戦。この方面では、トルスケ付近でルシアン軍が積極的に攻撃を行っています。そのうちタルスケ付近を防衛しているウクライナ軍の第60機械化旅団は、不特定の場所で、ルシアン軍が対熱画像ポンチョを使用して突撃を行ったと報告しました。コールサインがリオバという副司令官は、この方面の戦況について、敵は午前4時から7時頃に攻撃を仕掛けてくる。これは太陽が昇り、任務が最も困難な時間帯となっている。敵は対熱感知クロークを使用し、2、3人のグループで攻撃を行うと説明しました。ご覧いただいているのはその様子ですが、まだ開発の余地があるのか、赤外線画像で確認ができます。戦況図に変更はありません。トレツク方面。シュカバルカでは、複数の情報によると、ルジアンが前進し、集落北の郊外をロマニフカの方向に前進していて、その範囲を係争地からルジアンが占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で52回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で6回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ポクロフスクの郊外で、ルジアンが攻勢を強化しています。1番目。昨日の動画でもお伝えしたタラシフカとノボウレニフカの集落の間では、位置情報付きの映像によると、ルジアンがウクライナ軍陣地に攻撃を仕掛けました。ルジアンは、まず、ドローンでウクライナ軍の陣地に攻撃を行い、その後、歩兵がウクライナ軍の防衛線を突破して、その後方にたどり着きました。ご覧いただいているのは、ルジアンのもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、この場所まで、ルジアンが占領したとして更新しました。
面積は2平方キロになります。2番目。ポクロフスクの南のシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが4月29日の場所から、ウクライナ軍の防衛陣地に深く入り込み、ポクロフスクの最初の家に到達しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の戦術評価の映像で、地図の場所の様子となっています。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありませんが、ポクロフスクの陣地帯を突破し、市街地に到達した初めてのルジアンと考えられます。3番目。西側正面のコトリャリフカでは、ルシアンの軍事ブロガーによると、配置されていたルシアン軍の第35旅団が、ウクライナ軍の攻撃により損害を受け、後退した情報があり、軍事ブロガーは、ろくに訓練もせず、不慣れな地域に配属させたためだと、ルシアン軍を非難しました。戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面。この方面では、ルシアン軍の第200砲兵旅団が、バハティル郊外のウクライナ軍陣地を攻撃している情報がありますが、戦況図に変更はありません。後方地域。今日も、ルシアンの占領地で、不審な出来事が起きています。1番目。ドンバスの不特定の場所では、あるルシアン兵の将校が命令に従わず出撃しなかったことで口論となり、将校は腹を立て、兵士3人を鶏小屋のような檻に閉じ込め、その後 F1 手榴弾を投げ込んだ事件があります。この将校は3人の兵士に前線に食料を届ける命令を出しましたが、3人は拒否したとのことです。おそらく二度と帰ってこれないと予想したのでしょう。兵士は3人とも檻の中で地面に召され、将校は逮捕されたとのことですが、この将校は処罰を免れるために再度志願し、刑は免除され、すぐに前線に戻ってくるとのことです。2番目。昨日の動画でクリミア半島の複数の飛行場にドローン攻撃があったことをお伝えしましたが、その中でクリミア南部にあるカチャ飛行場とその奥にあるウグロボエ村で二次爆発が観測された情報があります。火災の発生を観測する衛星情報では、カチャ飛行場の北2キロにあるワイナリーとその内陸部分で大きな火災が観測され、弾薬が爆発した模様です。3番目。また、ウクライナ軍は黒海のガス生産プラットフォームに対しても攻撃を行い、この攻撃には水上ドローンから発射された攻撃用ドローンや同じく水上ドローンから発射された誘導ミサイルが使用され、ルシアン軍ではこれに対処する方法がないとのことです。映像は不鮮明ですが、水上ドローンから発射されたミサイルのようなものが方向を変えて進むところが確認できます。4番目。ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ所長は、スタブロポリ地方にあるズベズダ宇宙情報施設が、正体不明のドローンによる攻撃を受けたと報告しました。この施設は、ルシアン軍の参謀本部の電子情報システムの拠点で、軌道上の偵察衛星の探知を行っているとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、攻撃は成果がなく、戦況図に変更はありませんでした。その他、アフガニスタンのテロ組織であるタリバンのヌーリ国境担当大臣は、声明を発表しました。タリバンは、多くの国でテロ組織と認定されていますが、先日、ロシアはテロ組織から除外し、タリバンはロシア領内で活動でき、ロシアの友人となりました。ヌーリ大臣は、ソ連のアフガニスタン撤退33周年とテロ組織除外を記念した声明で、アフガニスタン国民は、自らの力でソ連を打ち負かし、ソ連を崩壊させた。我々は勝利し、ロシアを含めた主要国と対等となった。アフガニスタンは、誰も占領することができない。他の国々は、我々の経験から学ばなければならないと、ロシアに皮肉で答え、
ウクライナを意識したのか、敵対国にエールを送りました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。